見えても猫背のにゃんこです。まさかの見たままです。いつも肩凝ってます。はい、今日のにゃんちゃねのテーマは幼少期のトラウマです。チャネリングを受けてくれたのは50代女性ミカさんです。ミカさんはライトワーカー講座の講師をされていて、たくさんの受講生さんの心に寄り添った活動をされています。今回は幼少期にあった出来事のことを質問され、チャネリングではご本人も気づかなかった思いにたどり着きました。さて、その思いとは。それでは雑談からどうぞ。ミカさん、ちゃんとパートナーシップの愛を受け取ってくださいって言われたのね。私、その絡みでね、ちょっといろいろ父のこととかも出てきたりして、結局はさ、私、父と母が離婚してて、私はすごいお父さん子だったんだけども、出て行っちゃって、その時にちょっと捨て台詞を吐かれて、で、出て行ったんだよね、お父さんがね。私に対しての捨て台詞だったんだけど、それがやっぱりこうずっと残っちゃってて、それを自分自身でもいろいろこう解除したりとかはしてたり、いろんな方法でやってみたんだけど、できてるとは思ってるんだけども、ちゃんと受け取れてないって言われて、ああ、そうなのかもしれない。じゃあもしかして私って愛を分かってないのかもってちょっと愛って分かってるつもりだけど、でも、もしかしたらと思ったんで、そこをね、今日見てもらいたいなって思うのと、やっぱりそこが分かってないとさ、なんか大人のような気がするんだよね。家族生活にしてもさ、家庭を収めていくにしてもさ、で特に別に主人と何のトラブルもないし、いろいろ話し合うし、気兼ねもないし、つい最近結婚18年になったんだけど、再婚だけどもいろんなことをちゃんとお互い分かってるし、だけどその愛を受け取ってる、回してないとか言われると、よくわかんないご主人はすごいミカさんのことを愛してるのに、ミカさんがちゃんと受け取ってないって、それ他でも言われたのよね、一回。それがさ、ちょっと引っかかってたの。嫌だったら言わなくてもいいんですけど、お父さんに言われた捨て台詞って何かを経験していいですか？覚えてるよ。覚えてるよ。お母さん選んだから。そう。本当は私がね、父と一緒に行くわけだったの。一緒に出ていくわけだったの。離婚するのが決まって、母からどうするってパパ一人だとちょっと心配だよねって話になって、そうだよなぁと思って、私が小学校5年生の終わりか6年生かそれくらいだったんだけど、あ、そっかって、じゃあ私がパパについていって見る前のこととかした方がいいんじゃないかなって、やっぱり長女だし、パパが私のこと大好きなのも分かってるし、私もパパのことが好きだしと思って、私はパパと一緒に行くねって決めたんだけど、ごめん、やっぱり涙が出ちゃうんだよね。だけど、やっぱりお父さんはいつも酔っ払ってグデーンって帰ってくるし、麻雀とかして帰ってこない日も多いし、だから離婚とかね、そういったことになってったんだけど、その時にね、パパって呼んでたし、パパのまま離婚してるからパパになっちゃうんだけど、あのパパを私が一人で抱えていくなんてやっぱりできないなと思って。で、自分の人生がダメになっちゃうと思ったのね。だから一緒に行けないと思って。で、それをギリギリ迎えに来る前の晩にお母さんに話して、お母さんがそうだよねって、で無理しなくていいよって。でも私はパパが心配だし、どうしていいかわかんない、ちっちゃいからさ。でも迎えに来たから、多分母があの時話してくれて、で、私もずっと下向いてて、パパは立ったままそれ聞いてて、で、分かったって言って、で、出てく時に、そのまま、仁王立ちしたまま私に向かって、覚えてるよって言ったんだよね。でそれがあまりに
も、なんていうのかな、やっぱり自分の子供に言うセリフじゃないじゃん。私はあんだけ悩んで苦しんで選択したし、やっぱり自分の人生大事だし、でもやっぱりパパのことが心配だし好きだから一緒にいたかったし、こんな思いして選択したのに覚えてろよっていうセリフを父親が吐くんだ。で、私は結局愛されてないんだなって思っちゃった。その頃の私はやっぱり愛してほしかったしさ、パパに。結局その後全然養育費もないし、音信不通だし、何年もね。で、ふいっとその後中学2年生とか1年生ぐらいの時に現れた時には、なんか私も身長が高くなってて、パパってちっちゃいなって思っちゃって、結局ね、そっからもうずっと会ってないからさ、40年会ってないんだよね。こうやって涙が出るじゃない？だからやっぱり自分の中で消化できてないっていうかさ、わかるんだよ。その父親も母親も未熟だったし、で特に父親はね、お母さんに育ててもらえなかった人なのね。お母さんのことが大好きなのに、お母さんが3回も離婚再婚繰り返して、そのたんびにできた子供とかを父に託して、そのまままた次の男の人のとこに行っちゃうっていう人だったらしくて、だから子供たちだけで育ったそのお父さん。だから母親からの愛情も知らないしって、そういうのもわかるんだけどさ、でもそれって頭でわかることじゃない？で、感情としてやっぱりこうやって涙が出るっていうのはそういうところもあるみたいで、最初の結婚でダメになった時、パパと全然違うタイプの人と結婚したつもりだったんだけど、結果ダメになった時に、やっぱりこうなったじゃんって思った。そのやっぱりっていうのはさ、やっぱり愛されなかったじゃんって思ったんだよね。だから今再婚して、最初のうちね、いろいろ喧嘩とかあった時に、ほらねって、やっぱりあなたは私を愛さないじゃん。みたいなのを糧にしちゃうっていうかさ、それで解決しちゃって収めようとしちゃうっていうか、で多分ね、今の主人はそう思われてるのが分かってるから余計に腹も立つし、苛立ちもあったと思うんだよね。それは本当に感じる。で、結婚して18年経って、この人は絶対裏切らないんだなとかっていうのは分かったし、ちゃんと愛してくれてるんだろうなっていうのは分かった。安心してきてるので私は。だけども、その受け取れてないって言われた時に、まだ私って分かんないかなと思って、そこをちょっとちゃんと分かりたいなと思ってました。美香さんがプールで泳いでもすっごい真剣。顔がもう笑ってなくて。今ターンしました。端っこまで行ったから、しかもなんか上級者の水の中でくるってしてターンするやつ。あれでターンしてる。んで、水着は競泳用の、後ろが Y 字みたいになってるやつ。ちゃんと競泳用のスイムキャップかぶってて、ゴーグルもしてるんですけど、顔がすごい真剣、笑ってない。必死に言うかなって思ってるみたい。なんでかわからないんですけど、ミカさんはプールで泳いでんのに、プールサンタにもう一人のミカさんがいて、そのミカさんは泳いでるミカさんを応援してるんです。だからミカさん今2人います。泳いでるミカさんは遊び心がないっていうか、なんていうかな、真剣。笑ってもないし、すごい必死で泳いでて、でも、プールサイドのミカさんは、わーっていう明るいミカさんで、頑張ってみたいな感じで、なぜかその2人のミカさんがいます。で、すごい対比がある。泳いでる方のミカさんがプールサイドに上がってきて、膝から下は水につけてっていう感じで座って、プールサイドにいるミカさんがなんか、あたかもマネージャーみたいな感じで、今タオル渡しました。泳いだミカさんに。で、泳いでるミカさんは、でもタオル渡されてんのに、泳いでたミカさんが全然笑ってなくて、あーみたいな感じでタオル受け取ってる。マネージャーみたいな感じの方のミカさんがそれにちょっとびっくりしてます。あーみたいな。ちょっと近いがたい感じで、ちょっとしか休んでないのに、また泳ぎました競泳の方のミカさん。泳がなと思ってるみたい。で、休んだのも多分十分じゃないんやと思う。
もう休むっていうのは分かれへんのかな。十分に体の疲れが取れてないのに泳ぐみたい。で、また泳いでるシーンが出てきたんですけど、マグロみたいかな。止まったら死ぬみたいな。常に泳いでないとダメっていう感じ。泳ぐのが自分の使命みたいな感じ。だから今ね、すごいしんどい。この泳ぎ方、この人生。学ばないとみたいな感じかな。こういう生き方、ただやってるって感じ。で、今度反対側まで着いたので、ここでまた短い休憩するんです。そしたら今度は、反対側に行ったから、マネージャーのミカさんが、あっち行ったって言って、向こうまで走って、今度はなんかジュースみたいなの渡すんですよ。スポーツドリンクみたいなやつ。マネージャーのミカさんがすごい気使って対応してる。この泳いでるミカさんの機嫌取ってるっていうか、この人が怒らんようになってるみたいな感じ。でも私はこの人をサポートするのが私の役目だからって、マネージャーのミカさんは思ってるみたい。泳いでるミカさんに合わせてる感じ。怒らせないように。この人のペースを乱さないようにやってるかな。主従関係っていうんですかね。はちゃんとあるみたいな2人です。で、ちょっと今スポーツドリンク飲んだら、もうそれもバンって置いて、すぐにまた泳いでる。疲れちゃう。見てるだけで疲れちゃう。でももうこのやり方しかできへんみたい。泳いでる方のミカさんが長く泳いだり、ちょっと休んだりみたいな感じ。で、遊び心がないです。その生き方しかできないみたい。でもそうだと思う。見てる友達とか目が回るっていう。で、今また、反対側で休憩したから、ゴーグルの中に水がちょっと入ってたから出して、また装着して、水の中に入って、また泳ぎました。なんかね、普通だったら、泳ぎ進めると、だんだん体力がなくなってくるから、スピード落ちたりするんですけど、それがなんか許されへんみたいな感じ。だって、自分は泳げば泳ぐほど、きっと自分のスキルとか経験とかはアップしてるはずやねんから。だから、最初の私より今の私の方が遅いっておかしいやん、みたいな感じ。だから、早く泳げるはず。体力とか全然考えるの。だから、意地になってるって言ったらあれやけど、考え方がちょっと、ね、ふと疲れてきたらゆっくり遊ぶとか、あったりするけど。いや、経験でもの考えてるから。そう。ほんとそう。ミカさん、この泳ぎ方おかしいんですよ。まあ、すごい体力的に疲れてるはずやのに、また、次は休まずにターンして水中で。今度ね、息継ぎしないんですよ。息継ぎしたら遅くなるから。経験したら息継ぎせんでもいけるやろぐらいに思ってはるかな。でもそんなん無理じゃないですか、人間やし。魚じゃないから。だから、何になりたいんかなみたいな感じかな、今。人間やのに、超人になれると思ってる。でもそれは、よく言われる。すごい自分は頑張って泳いでるし、精神の鍛錬みたいな感じ。自分がいっぱい経験してちゃんと向き合って、いろんな人も助けて、この中で発生する自分の中で見ないこともちゃんと見て、全部いろんなこともやって乗り越えてきたっていうのが泳ぐってことなんですけど、それをやっていけば、息継ぎせんでも、もう、やっていけるんちゃうかなって思ってるみたい。でもね、水中でターンして、そっからね、息継ぎしないで行こうと思ってるみたいで、水のね、表面を泳ぐんじゃなくて、潜水みたいな感じかな。潜水やねんけど、水の底の方でクロールしようとしてるんですよ。早いから。でも息継ぎしたら遅くなるから、それもしたくないから。でもそれってもうおかしいから、これ。そんなんできる人間おらんし、その変な泳ぎ方してる時に、ミカさんがブカブカブカって、だって息継ぎしないといけないのに息してないから。でも自分はできると思ってるんですよ。魚みたいになれると思ってるから。でも、無理やから。苦しくなって、
じゃないですか。上がりたくないみたい。だって私できるって思ってるから。おかしいと。私は魚みたいになれるはずやと。だって今まで精神鍛錬してきたから。ミカさんが我慢して水中の中でとどまろうとして、だってできるはずやもんって。こんだけ頑張ってきたんやもんって。上に行ってしまうと、他の人と同じになっちゃう。人間と同じになるって。講座を受けてる人たちみたいな感じ。講座を受けてる人たちって普通の人たちじゃないですか。いろんなことが起こって、内面を見つめて、泳ぎ方分かれへんなったけど、こうやって泳げばいいんだな。自分のペースで泳げばいいんだな。でずっと泳ぐ必要もないんだな。たまには太陽見てもいいんだな。とか、一人で早く泳がなくてもいいんだなとか、なんなら泳ぐという選択肢もなくてもいいよな、みたいな感じで、いろんな悩みをする人たちが普通の人たちなんやけど、ごめんなさい、わからないけどね、ミカさんはその人たちと同じになりたくないみたい。だから、水の中で修行僧みたいな感じが。水の中でそこに、なんか今座禅組んで、めっちゃ苦しいのに、絶対上がれへん私はみたいな感じ。でも人間やから、最後にもう息が続かなくなって死にたくないから水面に上がりました。隣のコースとかで泳いでる人がいます。そっちの女性はすごい必死で泳ごうとしてて、水泳習ってる人って自分のフォームをすごい気にしながら泳ぐじゃないですか。手をちゃんと伸ばすとか、顔をちゃんとこう横向けて息を吸うとか、それが効率がいいから、綺麗な泳ぎ方したら自分も楽やし、早くもなるし、っていうことで、その言われた通りにちゃんと泳ごうとしてる人、すっごい真面目やから。で、それをものすごい真剣にやってます。ミカさんのレーンの横にいるんですよ、その女性が。だから、私もああいう風に泳ぎたいから、でも、ああいう風に泳げないし、疲れてきて、あそこまで体力続かないから、泣いてる。で、両手を顔に当てて泣いてます。で、ミカさんがこの女性をちらっと見ましたね。泣いてるなって。それは分かってるみたい。気にはなりつつも泳ぐのやめないです。なぜなら自分にはなすべきことがあるから。これをやったら助かる人たちがいると思ってるし、それをやりたいわけやし、今までずっとこうやって泳いできたわけやし、そんな感じで、泳ごうとしてます。なんでかな、今、別にレースじゃなかったんですけど、表彰台に上がる5台あるでしょ。そこに上がって、なんか賞もらったみたい。トロフィーももらって、みんなにわーって言われてるみたい。今、その表彰台から降りて、で、また泳ぐこれが私の人生やし、人生ってこういうもの。泳いでこそ人生みたいな感じなの。なんかワーカーホリックみたいな感じかな。わかる。忙しいですね。とりあえず泳いでます。で、今度はマネージャーさんのミカさんが困ったなと。彼女にとっては、この泳ぎ方しかないから。これが全て。泳いでるミカさんにとってはね。マネージャーのミカさんは、そうは思ってなくて、どうしたもんかなって思ってるみたい。なんかさっきまでは、泳いでるミカさんに使えてるような感じに見えたんですけど、多分このマネージャーのミカさんの方が年上で、精神的にね。どうやったら、この人を、この世界から出してあげれるのかなって思ってるみたい。だって、プールで泳ぐだけが人生じゃないし、この泳いでるミカさんからしたら自分の人生はこのコースだけで、そして泳ぎ続けないといけないと思ってる。マグロみたいに。でもそうじゃないって、マネージャーさんの方は分かってる。接触しないと気づかせてあげるタイミングがないから、ミカさんがバーって出てきた時に、なんとか接触図ろうとしてるみたい。タオル渡すのもスポーツドリンク渡すのも口実。ちょっと休んだらいいんじゃないですかって声かけたりもするし、隣のレーンに女性泣いてますよとも言ってるし、で、その時に、マネージャーのミカさんが、はぁって、まだあかんかったか、みたいな。気づかせようとしてるけど、それがうまくいかないみたいです。この世界は、すごい美しいというのを、このマネージャーさんは知ってはる。
だって頑張らなくていいっていう選択肢だってあるわけやし、体をただめるとか、世界なんてもっと広いわけやから、プールに親がなくてもいいわけやし、もちろんその立ち止まってる人みたいに立ち止まるのもいいし、ベンチ座って風気持ちいいなもの飲んだっていいし、なんなら陸上家ってあるし、こう抜け出されへん。印象的には悪夢みたいな感じですよね。ここから抜け出されへんみたいな。本人はそれがすごいいいわと思って泳いでるんですけど、でも休まれへんし、安らぎもないし、マネージャーのミカさんが困ったなって思ってる。どうやったら分かってもらえるのかな、どうやったらこれを止まってもいいっていうことを、コースで泳ぐだけじゃない人生っていうのをどうやったら分からしてあげれるの。そのマネージャーさんがちょっともうすごい困り果てちゃって、端っこのところのベンチに座ってホーズでついて困ったな。このプールサイドにいるミカさんと泳いでるミカさんは2人で1人みたい。だからどっかでこれをしないといけないっていうのはミカさんは分かってるんですよね。でもそれができない自分がいるみたいな感じかな。でも実質、主導権握って泳いでる方やから。で、意を決してマネージャーさんのミカさんの方がもう一回またプールサイドのところに来て、これはもう無理やと。これはちょっと分からせなあかんと思って、ターンしようとした時のミカさんの腕を掴んだ。違うよって言ってる。これがあなたの人生じゃないし、人生ではそもそもこういうもんじゃないから、違うよって。ごめんね。なんかもう自分を許してあげなさいって。頑張らないと愛されないと思ったから、ガ感から来てるっていうか、自己肯定感の低さというか、この生き方は本当は辛いって。ずっと頑張らないといけない。ずっと頑張ってて、ずっと前向きにやってて、そして結果表彰されるっていう、この安らぎのない生き方。それは自分が自分を許せてない。それを見てるのがすごい痛々しい。それをどうにかして教えようと思ってたけど、あまりにも必死に泳ぐもんやから、もうそれを言う隙がない。そんなに頑張らなくても人って愛されるものやから。そうやって泳がないと愛されないっていうか、こうやって前進してものすごいスピードで泳いでる自分こそがすごい。そうやってるからこそ価値がある。だから休めないんですよね。泳いでる自分にしか価値がないっていうか。多分、いろんな人がミカさんに教えようとしたと思うんですよ。講座の人とか。やっぱ講座の人って、いろいろ立ち止まるじゃないですか。そんな当たり前の人やから。立ち止まって、いろんなところ見て、走る以外のやり方を、こんなにいろんな人が教えてくれてるのに、自分は秒がなと思ってて、さっきバーって腕掴まれたけど、それをバーンって振り切って、また泳いでる。頑張らな。ちゃんと自分の内面見て、ちゃんとそれを消化して、全部に頑張ってるから。そうやってやらないと、あかんと思ってる。でももう、痛々しいしかない。マネージャーから見たらね。もう腕掴むくらいだったらもう止まれへんから、マネージャーのミカさんがもう意を決して水の中に入っていって、ミカさんをもう体で止めて、泳いでるミカさんを抱きしめるんですけど、そうやったらインナーチャリトとか出てくんねんけど、大人のミカさんが出てる。なんか泣いて止めてる。もういいって。こんなに泳がなくても、ただあるだけでいい。ただそこにいるだけで価値があるのに、人って。そう思えないからもう泳ぎ続けてるミカさんを体を張って止めて、泳がないという世界もあるって。自分が本当に心地よく泳ぐんだったらいいんだけど、泳ぐ自分しか価値がないと思ってるから、だから痛々しい。それを気づかないとずっと泳ぎ続けるし、超人になれると思ってるし、でもそうじゃないっていうのを、マネージャーのミカさんが今体を張って止めに行ってます。でもそれでも振り払って泳ごうとしてる選手のミカさんが。選手のミカさんも泣き出して、多分本人はあんまよく分かってないんちゃうかな、泣いてるけど。マネージャーのミカさんが、選手の泣いてるミカさんに声かけてて、悲しかったよねって言ってる。もう、あ
思いはしたくない。一番大好きな人に認めてもらえなかったっていう、すごいいろんなことを考えてやったのに、その気持ちを認めてもらわれへんかったし、自分がどんだけ自分以外の人のことを思って考えてやったことやのに、それでも認めてもらわれへんねんなって。だから私を泳がないといけないって。他人のこともっとちゃんと考えて、自分のこともちゃんと考えて、それが足りなかったのかなって。その時の自分で足りなかったのかなって。そのままの自分ではダメなんやなって。だって一番大好きな人にそのままでいいよって言ってもらえなかった。先週の方のミカさんが多分インナーチャイルドなんちゃうかな。マネージャーさんの方のミカさんがいろんなことを分かり始めた人かな。あんだけ頑張ったのに、そんなに頑張って考えてくれてたんやねの一言もなく認めてもらえなかったわけやから。だから今マネージャーさんが選手のミカさんを抱きしめて2人とも泣いてるんですけど、でも2人とも大人なんですよね。自分の価値は人が決めるんじゃない。いくらお父さんがあなたのことをああやって言ったとしても、お父さんも成長途中の人なわけやから、講座の受講生と一緒。お父さんにもいろんな問題がある。そのお母さんに愛されへんかったとか、それは分かってる。お父さんがその子どう思ってたかとか、その言った言葉を覚えてるかどうかとか、分からないかもしれないけど、それに振り返る機会を、お父さんもちゃんと神様を与えてくれてるわけやから、で、今、ミカさんはスピリチュアルの講座やってて、わかるじゃないですか。いろんな状態の人がいるっていうのが。お父さんもその人の一人やった。そのいろんな状態の人がいて、その中で言った言葉があなたの価値になるわけじゃない。っていうのはもうすでに分かってるわけやから、自分が許可を出す。自分でいいって。今からお父さんにそんな言葉を言ってもらうわけでもないし、過去が変えれるわけでもないし、今お父さんに会ったところでお父さんがどんな段階になるかも分からへんわけやし、お父さんにそうやってその言葉を取り消してもらうとか、新しい言葉を上乗せしてあなた大事だよって、あんなこと言ったけどそうは思ってなかったよって言うんじゃなくって、自分で自分に許可を出す。いろんな状態の人がいる。すごい荒れてる状態の時に言った言葉であったであろうし、自分が自分でいいというのは、やっぱり自分で決めないといけない。ずっと泳いでるっていうのを自分で気づかないといけない。結局最終的に気づくのは自分やから。だから今立ち止まって自分は自分のままでいいっていう許可を出すのは自分であると。どうしてもお父さんに言われた時の悲しさを味わいたくないから。すごいショックやったし。あの時の自分に戻りたくない。ミカさんが戻りたくないけど、あの時の自分に価値がないと思ってるから。だってお父さんに言われたから。ただそれだけ。選手のミカさんがもう体震えてて、どうしても立ち止まるのがいい。無価値やって言われたと思ってる自分に戻るのがいい。で、それを見てるマネージャーさんがすっごい痛々しく思ってる。だってそんだけ傷ついてるわけやから。辛かったよねって。だってもう人生最大の出来事やったわけじゃないですか。あんなちっちゃな体で。もう考えられる限りどうしたらいいかっていうのを考えた結果やったことやのに、その時の自分はあれ以上力出されへんかったのに、自分の限界を超えてやったことに対しての言葉やったから余計にしんどい。だからもっと頑張らなって。だからもっと超人にならなって。人間ではダメなんです。魚とかなんかもうハンギョリンとかなんかそんな感じで人間にはなられへんような生き方をしないとありがとうって言ってもらえないと思ってるみたいな感じかな。お父さんについていけなかったっていうのも、お父さんは受け止めきれなかった。いずれきっと破綻するであろう。その破綻した時にお父さんがまた苦しむ。そんなんやったら今の方が言った方がいい。もう自分を守るためにやったんじゃなくて、最後までお父さんのためを思って言った決断やったから、自分の辛さに蓋をして、ずーっと選手のように泳ぎ続ける。
いうんじゃなくて、隣のコースの人みたいに、本当に素直に立ち止まる方が、まだ一歩前にいる。気づけてるわけやから。自分の向かい合う課題に。それが分からなかったって。で、マネージャーのミカさんが、選手のミカさんをぎゅっとして、分かってるよって。もういいよって。今までずっと自分を責めてたわけやから、それを気づけた時まで自分を責める必要はない。知ってるってちゃんと。これ以上人を傷つけないように、これ以上大好きな人を傷つけることはもうしたくない。だから頑張って。それを気づいた時まで自分を責めることはないって。すごい頑張ってきたから。これをちゃんと分かってるから、本人の頑張りたいようにやらしてあげたらいいかなと思って、マネージャーさんはあっち行ってこっち行ってタオル渡して、スポーツドリンク渡してってやってたけど、いつ立ち止まるか、それはもう人には変えれないことやから、本人が気づかないといけない。でもいろんな人を今見て、やっとそこに気づかないといけないのかな。いろんなことがここに繋がってる。いろんな症状が出てるっていうか。で、今、選手のミカさんが泣いてたんですけど、泣き方が子供に変わりました。ごめんなさいって。お父さん傷つけてごめんなさいって。お父さんを傷つけてしまったのが辛かったけど。その時に言われた言葉が傷ついてるとかじゃなくて。お父さんが傷ついてるの分かってたのに、あの時味方につけたのは自分一人やったのに、でもお父さんを傷つけてしまったって。ごめんなさいって。今子供みたいに泣いてます。自分はすごい一生懸命やったのに、でもその結果お父さん傷つけちゃったって。自分で傷つくよりも、自分が大好きなお父さんが傷つく方がミカさんにとっては辛かったのに、それを自分でしてしまったって。ごめんなさいって。それが辛かった。大好きなお父さんにそうやって言われたっていうことよりも、大好きなお父さんを自分が傷つくよりも辛いことをしてしまった。唯一の味方やったのに。それができへんかった自分が、すごい辛いって。ごめんねって。今マネージャーさんのミカさんが、もうそれは分かってるよって。本当に最後の最後まで、お父さんのためを思った決断やったよねって。でもそれって深いから表面上しか見られへん。その成長段階のお父さんにはちょっとそれは分かれへんかったからああいう言葉になってしまったけど、私は分かってるよってマネージャーのミカさんが言ってます。自分のことを2の次3の次で出した結論やったけど、それでもお父さんにそういう風に言われて、こんなに自分の悲しみを押し殺して周りの人のため、お父さんのためって考えてやったのに、それでもそこの部分を認めてもらえなかった。自分ではダメやねんなって思っちゃった。あまりにも悲しくて。この思いは誰にも分かってもらえないかもしれない。お父さんは分かれへんやろうし、そこまで深くミカさんが思ってるっていうのは、兄弟であってもお母さんであっても分からないと思う。でもそれは自分にしか分からないけど、自分は分かってるわけ。だからもう許してあげなさいって。本当に最後の最後まで周りの人のこと、お父さんのことを思ってやったよ。それがお父さんの心に届かなかったからといって、それで自分の価値を決めてはいけないよって。今いろんな人の講座を見て、すごいちゃんと心寄り添ってやってるわけやから、その時の自分の心に寄り添いなって。自分のためなんか思ってないやんって。それが思ってたとしても、それはそれで正しいわけやし。やったことの結果、お父さんが傷ついたというのは、それはもうお父さんの課題やから。その時はお父さん傷ついたかもしれへん。でも、この人にだって、生まれてきた理由はあるし、そういうことやってんな、みたいな気づきを、できる経験を、その後させてくれてるわけ。
だから、そこまでこの人の人生を美香さんが背負う必要はないって。美香さんはその時できる最大限のことをやったわけやから。もうこれ以上できへんかったわけや。そんなちっちゃな子供が本当にいろんなことを考えて、お父さんのためと思ってやったことがわからない大人もいる。わからない親もいる。でもそれを選んできたのは美香さんなわけやから。この親でっていうのを。だから美香さんはそれにちゃんと気づけるはずやって。子供の時のその決断をした自分の心を、自分のインナーチャイルドかな、これは。を認めてあげる。自分で自分を癒すって。いろんな段階の人がいるわけやし。お父さんだっていろんなトラウマ抱えてたわけやし。奥の奥の美香さんの愛情にまでお父さんは気づく段階ではなかったっていうこと。今だったら美香さんわかりますよね。だからその美香さんが気づいてなかったのは、お父さんに言われたことがショックやったっていうよりは、お父さんを自分が傷つけてしまった。大好きなお父さんね。そこが辛かったってことです。でもこれは美香さんがお父さんを傷つけたわけじゃないって。人の言葉で傷つくかどうかというのは受け取り側の問題やから。もしお父さんがすごく大きな人で、美香はそこまで考えてくれて、お父さんのこと大好きやけど、本当はお父さんについていきたいけど、自分のためを思って離れようとしてくれたんやな。そこまで思える人だって世の中にいるわけですよ。でもその段階では美香さんのお父さんはできなかったってことです。ただそれだけ。だからそれをちゃんと自分で認めるってこと。いろんな人の苦しみを見てきて、起こった出来事は自分の内側の問題であると。相手方には相手方の課題がある。自分には自分の課題がある。美香さんの決断を受けてどう生きていくかはお父さんの問題であって、美香さんが今癒さないといけないのは、自分の決断でお父さんを傷つけてしまったって思ってるこのものすごい辛い思い。本当にそこまで美香さんがお父さんのことを思ってたんですよね。傷ついたじゃなくて、自分が傷つけてしまった大事な人、一番やりたくないこと。それをやってしまった自分がすごい悲しかった。この思いです。でもそれを見るのが辛かったよね。どんな時も周りの人がどうやったら良くなるか、どういう立ち回りに自分がいればみんなが幸せになれるか、何よりも一番大好きやったお父さんがどうやったら幸せになれるか、それだけを考えてた。でも結果その傷つけたっていう思いがもう自分の中に残ってしまった。その後の人生コースでずーっと泳ぎ続けてる。それをどうやって止めようかっていうのをずっとそのマネージャーさんが思い悩んでたみたい。痛々しい。もっと自分は自分のままでいいし、良くなるためじゃなくって、もうこれ以上人を傷つけない自分から抜け出したいっていう思いじゃなくって、自分の心地いいように泳げばいいっていうのになんとかして気づいてもらおうとしてたんやけど、でもいろんな人にいろんな段階の状態を見せてもらってね、講座の人とか、いろんなセッションに言われたり、だからこそ今、そこに問題があるんかなって思えたわけやし、これを聞こうと思ったっていうことは、そこの傷を見に行かないといけないんだなって、無意識的にでも思ったわけやから、それは自分に気づけたっていうところ、いろんな手助けはあったけど、でもそういう思いでずっと自分を傷つけなくていい。今の美香さんやったら自分のインナーチャイルドを救いに行けるでしょうって、そう思う必要がないっていうのがわかるでしょって。これから美香さんがどういう人生を歩むか、プールから出るのか、心地よく泳ぐのか、陸上するのか、いろんな方法があると思うんですけど、
れはミカさんが作っていく人生やからどうなったっていいんだけども、ただこれ以上人を傷つけない自分になるという泳ぎ方はもうしなくていい。それはもうわかるでしょうって。自分がなんでこうやって泳いでたか今気がついたでしょって。もっと良くなりたい。人間じゃなくて超人になりたい。その思いの源がどこにあったか見れたよねって。もう責める必要はない。超人になる必要もない。だってミカさんはもうちゃんとやったんやから。小5の時に自分がやれるだけのことを、やれる以上のことをやったんやから。それを自分で認めなさいって。もういいよって背中させてます。インナーチャイルドミカさんはしゃくり上げてるかな。急には泣き止まれへんから。向き合うってこういうこと。ここで傷ついてるっていうのを自分で見ないと、インナーチャイルドはそこから大きくなれないから、ブロック解除でイメージ変えるぐらいでは、このインナーチャイルドがどういう思いで傷ついてるのかっていうのをちゃんと見に行かないと。それを見つける段階とタイミングとか、そういうのがいろんなものが重ならないと、ここには来れないので、今、ミカさんはそれが整ったっていうことだと思います。だから今、インナーチャイルドのミカさんは、今までのライトワーカー講座の生徒さんにありがとうって言ってるみたい。さっき言われた時は違うと思ってたんですよね。自分は超人になれると思ってたから、プールの表面上で泳いでたり、立ち止まったりしてる人とはちょっと違うと思ってたんですけど、ああ、そうじゃなかったんやなって。自分もそのうちの一人であったし、もうこの立ち止まれない自分、このプールの一レーンしか自分の人生じゃないと思ってるミカさん。ただ、教えてくれようとしてただけ。もちろんそのミカさんがやって助かってる人もいっぱいいると思うんですよ。基本的にそれはあるんですけど。でも、自分もこのプールで泳いでる人間の一人なんだなって。隣のレーンで立ち止まってる人と自分は何の違いもない。なんなら自分は気づかなかったけど、隣のレーンで立ち止まれてる人の方が自分より一歩前に進んでた人やったんやなって。って言って、今普通のミカさんが水の中に立ってます。今初めてプールの中の空間の広さとか、こだまする音が響いてるんですけど、ああ、気づかなかったなって。今までも泳ぐしかしてなかったので、あれここってこんな空間感じられるんや、みたいな感じで。って思ってるみたい。で、今、先週のミカさんが水の中に入ってて、でももうさっきの選手の感じとは違うんですよ。マネージャーのミカさんがプールサイドにいて、膝に手をついてミカさんになんか喋りかけてます。自分の好きなように泳いでいいよって。あなたなりにやっていきなさいって。もうスタートラインに立ったみたいな感じだから、自分は自分でいいんだ。自分の心地よいように泳いでいいんだ。新しいスタートを切って泳ぎ始めました。ああ、こういう泳ぎ方もあったんやなって。自分に許可を出す。自分は自分でいい。自分を責めない自分でいる。っていう感覚というのは、あ、こういうことなのかなって。なんかもう初めて泳ぐみたいな感覚で泳いでます。知らなかった。時が小5で止まってたみたいな感じですかね。子供らしく。誰の役に立つわけでもなく、子供ってはっはっはって笑いながらプール泳ぐじゃないですか。あんな感じで泳いでもいいんだなって。このままでいいんだって。自分を許した自分の狭間でちょっと今迷ってて、自分を責めてたのは自分やから、お父さんじゃなくてね。こう解く鍵は自分の中にずっとあった。本当の意味で自分の人生を生きる。そこから自分のちゃんとした人生が始まる。お母さんがプールサイドから出て、今太陽の光がね、窓からバーって入ってるんです。で、その時に伸びしてます。どんな状態もやっぱり神様を見ててくれてた。自分は気づけなかっただけで。太陽はずっと降り注いでたし、ああ、そうか、私はやっぱり愛されてたなって。やっぱり世界は綺麗やし、どんな思いを自分が固執して、
自分の世界だけに入ってたとしても、ちゃんとそれを根気強く待って、ずっとメッセージを送って、やってくれる存在がいる。みんなは愛されてる。今思ってる。でも、そうやって愛されてるんだなって思えるようになるには、自分は自分のままでいいんだよって思えないといけないと。でも、愛せてないのは自分自身やったから。それが受け取れないってこと。ミカさんの周りにあるのに、愛が。ずっと太陽の光はずっとミカさんを照らしてるのに。だからその愛を受け取っていいっていう許可をちゃんと自分に出しなさいって。そうした時にやっと太陽の光が見えるって。だから愛されていいんだよって。私が傷ついてるって思ってたから、ちょっとそこを思い出すだけで涙になっちゃって、そこをしっかり見てこうみたいなのまではやれてなかったけど、お父さんを傷つけてたことに自分が傷ついた。僕はそこまであったんだなっていうのがすごく納得いった。お父さんのことを傷つけたことがショックだったっていうのを言われた時に、ああ、でも本当そうだな、そこだなと思った。言われて傷ついたっていうので涙も出てたけど、5年生の中ではもう精一杯多分全身全霊で考えて出した答えだった。自分のことを考えた後に言ったけど、今思うと絶対違った。やっぱりお父さんとかお母さんのことをすごい考えて、自分がどうやって振る舞えたらいいんだろうとか、本当のなんて気づきになるんだろうみたいなさ、本当に頑張って出した答えでダメだったから、もっと頑張ろうってなっちゃったんだろうな。本当そうだな。やっぱし愛されたかったからさ、パパに。今日ね、だいぶ泣いたからかもしれないけど、うわーっていう感情とか、なんかこんがらがっちゃってよく見えないみたいなとこが今少しない。客観視できてる。はい、というようなチャネリングでした。子供っていうのは本当に純粋な思いで親のこと周りの人のこと考えてるんだな。そしてその純粋な心ゆえに傷も深くなってしまうんだなと思いました。その傷がもたらす影響というのは何十年も気づかないままの状態になってしまうことはミカさんだけでなくってたくさんの人に起こっているんだと思います。ミカさんは今回今まで開くことのなかった心にある扉を開けたので、その中に何が入っているのか今後じっくり向き合って、それとともに太陽の光のようにずっとミカさんを照らし続けていた旦那様の愛に気づいていけるよというメッセージもありました。徐々にでも愛が受け取れるようになったらいいですね。私も自分をいたわるべくマッサージ機で肩こりをほぐしてから眠りにつきたいと思います。今日も長時間お付き合いいただきありがとうございました。またねー。